どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、行ってきました動画やります。また、宇都宮行ってきました。ついこの間ね、宇都宮のジョイフルで行ってきてですね、その行ってきました動画やったばっかりなんですけど、今回は宇都宮でイベントがあったんで、また宇都宮って思うかもしれないんですけどね、僕ね、あれで宇都宮よく行くんですよ。餃子食べに行くんですよ。で、皆さんは、餃子は何派ですか？ミンミン派？馬刺し派？なんかね、僕ね、これをね、いろいろ、この餃子の話をよくするんですけど、特にね、地元の人とかは、ミンミンなんて地元の人行かないよ。地元はね、みんな馬刺しだよとか言ったりするじゃないですか。なので、あまりにもね、言うんで、僕ね、ミンミンも美味しいよっていう側に立ってる人間なんですよね。で、お店で包んでようが包んでなかろうがね、ミンミン結構美味しいと思うんですよね。で、馬刺しも美味しいですよ。でもね、ちょっとね、ミンミンの肩持ってるんですよ。でそんな僕はね、コーラの派なんですけどね。それはいいや。そんなわけで、今回のは宇都宮。これですね。樹祭。このイベント行ってきました。これはね、愛知県の方の、イベントらしいんですよね。で、これが、関東で初、やるっていうことで、今回宇都宮のですね、アークタウン宇都宮っていうところの多目的広場。ここでですね、そのイベントやってました。それに行きました。で、この季節、イベント多いのかな？なんか、あっちも行きたい、こっちも行きたいとかいろいろあったんですけど、結構いろいろ行けなくて、その体もね、2つ3つあるわけじゃないんで、ソルソパークの方のイベントも行きたいなと思ったんですけど、今回はね、こっちになりましたね。僕がね、行ったのがだいたい15時ぐらい。後でね、そのお店の人に結構聞いたらね、午前中はすっごい人がたくさんいたっていう話でした。とは言ったもののですね、僕行った時もですね、車で行ったんですけど、駐車場入ったらですね、もう、ぐる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 みんなね、駐車場、もうキャンセル待ちというか、椅子取りゲームみたいになってましたよ。で、なんとか止められたんですけど、ちょっとやっぱ電車で来た方が良かったかなと思いましたね。電車だと、宇都宮駅からですね、ホンダがやってた路面電車が、通ってね、結構便利なんですよ。で、あそこ多分路面電車の駅が最寄りだと思うんですよね。電車でも来れると思うんで、もしここでね、なんかまたイベントがあるようなことがあればですね、電車ありだなと思いましたね。このアークタウン宇都宮、これいつも常設されてるのかな？栃木園芸って書いてあったんですけど、それが最初に入り口が入って、農産物とか野菜とかをもう売ってるところがあるんだけど、そこにね、園芸のコーナーもあってですね、そこを通って、奥の多目的広場の方でイベントをやってたって感じなんですけど、もう入ってすぐですね、フィカス、雪がね、置いてあって、久々にね、見れて僕嬉しかったですね。フランスゴムの雪ですよ。最近なんかフランスゴムの雪、お店とか、ホームセンターも含めてですけど、なんかあんま見なくなってたんで、ネットとかでもそうですよね。なんで、ちゃんと出てると思って、久々に見れたと思って、しかも結構良かったんですよ。で、なんで、すごく嬉しい思いでスタートしましたね、今回のイベント。で、例によってですね、奥の方入っていって、その多目的広場、屋根がついてる倉庫みたいなとこがあるんですけど、そこでイベントをやってたんですね。で、入ったんですけど、毎度のことでちょっと恐縮なんですけど、フィカスはちょっとご遠慮いただいてっていう感じのイベントではありましたね。またって感じ。毎回なんだけど、アガベとか、ビカクシダとか、で、カイコン、パキポディウムがありましたね。でね、コーデックス、というかパキポディウムね、最近見すぎてですね、もう、なんかだんだんね、この間のモノマガジンの表紙もあったじゃないですか。なんていう方でしたっけ？すごい絵、表紙の。あれも見てるし、なんかね、だんだんね、目に焼き付いてきちゃって、好きになってきてる自分がいたんですよね。で結構ね、パキポディウム見てね、結構楽しんでる自分がいましたね。そう、でもね、浮気しちゃいけないなと思ってですね、やっぱね、もう、フィカススイッチに切り替えてですね、ちゃんとね、厳しく、もう見てきましたよ。はい、フィカスなし。はい、ダメ。はい、フィカスなし。はい、不合格。はい、フィカス。はい、フィカスどこみたいな。で、見てたんですけど、あったんですよ。最初にそれで見つけた、フィカスあったっていうお店があったんですよ。それがね、ベンジャミンのスターライト、ビューティークイーンかながあったんですよね。これぐらいかとか思ったんですけど、それがね、栃木園芸さんでした。入り口の。で、あとは、パキラのすごい珍しいふ入り、レモンライムとかもありましたし、あとね、お店の名前は確認してなかったんですけど、前回紹介動画やったインドボダイジュ、レリジオーサですね、の、盆栽仕立てのがですね、すごいかっこいいのがね、並んでるところもありましたね。それはね、ちょっと出そうかな。すごく良かったんで、本当はお店の名前ちょっと調べなきゃいけないんだけど、ちょっとごめんなさい。
ちょっとこれ見ても、わかんないんだけど、すごく良かったです。で、あとそうね、これ、見る感じ、花友フェスタに出てた、ロッソプランツさんとか出てましたよね。あと、プラントクラブさんとかも、ジョイフルのコーナー持ってますもんね。この間も紹介させてもらいました。冒頭でも、コーラン派って言ったんですけど、まさかね、コーランさんもね、来てたんですよね。見つけて食べました、餃子。コーランさんの餃子はなんかね、なんかね、ミンミンみたいな味でしたね。こんなんだっけなとか思ったんだけど。ほんとね、この餃子界隈もね、いろいろ難しいんですよ。僕ね、コーラン派ですけど、ミンミンの美味しいと思いますよ。まさしも美味しいと思うし、他にもいろいろあるじゃない。だけど、ちゃんとやっぱね、比較しないとね、比較検証、して、餃子リスティックスじゃないけど、またなんかそういうのちょっとやるかどうかわからないけど、そういうのをちょっと本当にやりたいなと思いましたね。コーランってこんなんだっけなんだ。生姜ちょっと強いな。これなんかミンミンの、生姜の味が前に出てるミンミンの餃子にすごく似てたんですよね。美味しかったですよ。フィカスとしての収穫は、イベント自体がね、それこそアガベとかコーデックスとか、そういうイベントだよって言ってるイベントなんで、ビカクシだとかね、コウモリだとか、そういう系のイベントだって言ってるぐらいなんで、フィカスがないことを、文句言ったりとかもちろんしないんですけど、収穫としてはだからそこまでだったかなっていう。ただね、その帰りにですね、結局入り口で見たフランスゴムの雪、あれをですね、連れ去って帰りましたよ。また後日、この勢いでね、雪の紹介動画もやっていきたいなと思ってます。それはまたお楽しみに。今日は簡単にこんな感じ、行ってきました動画でした。樹祭。いいイベントでしたよ。じゃあそんな感じで今日はまた。